今から飛行機に乗ってマルタに行きます。はい、ベスティ花だよ。現在私は今ジョン・ F ・ケネディ空港 in アメリカにいますまさかのアメリカスタートです今からアメリカジョン・ F ・ケネディ空港からローマを経由してマルタに行くのだから Vlog を撮るために今カメラを回しております。もうね、アメリカ本当に高すぎて狂いそうなんだよね。普通に先週から1週間ぐらいニューヨークを旅行していて、これはね普通にただの旅行、全然 SNS 何にも更新できてなくてもうずっと歩きまくって毎日2万歩ぐらい歩いてたかな。マルタには留学しに行くの。物価が本当に高くて、このオレンジジュース1100円します。値段書いてなくて予想で買ったんだけど、そしたら意外と高くて、もうこの空港に着いて2時間しか経ってないけど3000円ぐらいお金使ってる気がするけどもうどうでもいいです。みんなマルタ知ってる？マルタはイタリアのすぐ近くにある地中海の島国で、もうねすっごいちっちゃいところなの。英語とマルタ語が公用語で留学先としても人気なんだって。英語を学びに来ますヨーロッパで英語学ぶってちょっとって感じだけど、マルタはねそれができるの。今回は留学エージェントのスマリューさんと一緒にマルタ留学するよ。スマリューは年間9000人以上の留学をサポートしている、もう利用者数ナンバーワンの留学エージェントで、ワーホリとかいろんな手配をサポートしたりしている会社なんだけど、今回は私は留学1週間します最短1週間から気軽に留学できるということで、私は1週間に留学をします。私は今21歳なんだけど、学校には行ってなくてフリーランスでお仕事してるのね。もう留学って聞いたら私はもう1ヶ月とか1年とかそういうイメージで、イラストの仕事もあるし、あと編集をね自分でやってるから、自分でもう毎日編集人生って感じで、もういろいろやることが多すぎて、それ機会が本当になくて、英語をどこかで絶対に留学したいって思ってた時にこのお話をいただいて、1週間マルタに来たと思います。めちゃめちゃ楽しみ。留学って聞いただけで私はもう肩が張っちゃうんだけど、留学の準備ねめちゃくちゃ楽だった。エージェントの方たちとは LINE で気軽にメッセージ送り合えるから、もうなんか分かんないことだったら適当に LINE でペペってやったら返信返してくれます。ローマで5時間トランジットしてからマルタに行くから、今日は1日空港から学校に行くまでを Vlog にしようと思ってる。これさっき買ったの。これもね800円ぐらいした。なんか不思議な味がする。音楽がさ爆音で流れてるんだけど、私の声聞こえてるのかすごく不安。大丈夫かな。私は空港は3時間前に着いて中で待ってたいタイプ。でも全然席が見つからなくて本当に焦ってた。この時機械を3個やってるけど結局スマホしか見てないよね。私がマルタを選んでる理由ってマジで単純で、学校終わったら海に行けるし、ヨーロッパが近いから。イタリアなんてね1時間ぐらいで行けちゃうの。だから週末にヨーロッパ旅行とか全然できます結構みんなやってた。あと10分ぐらいでニューヨークからローマ行きの飛行機が出る。飛行機乗ったんだけどすっごい快適だし、ちょっと課金したので隣がいないことを願う。わかんないけど直前に課金して隣に誰もいなかったから、この2つの席を独占できることを願います。今から8時間ぐらい飛行機に乗るから結構長いよね。8時間もあるから Wi-Fi 買わせてください。私の隣が開いたことがすっごい満席なのに、私の隣だけ開いててすごい嬉しい。本当に嬉しい。勝った。8時間耐えられそう。私はローマから ETA Airways で行ったんだけど、日本語対応してたのとタイプ C が刺せるところがあってめっちゃびっくりした。 iPad に YouTube とか Netflix の動画をダウンロードしておいて、化粧水とか歯ブラシもここに入れておいた。深夜便ってなんかドキドキするよね。でも私は飛行機では一切寝れないの。ずっと映画見たり音楽聴いたりしちゃうの。窓から満月が見えて綺麗だった。私は飛行機に乗るときは絶対に喉ヌルヌルマスクを日本から持ってくる。みんなこれ本当におすすめ。飛行機の中ってね意外と乾燥するんだよね。私は飛行機に乗るときに一番楽しみなのがご飯を食べることなのね今回はラザニアとパンとサラダとティラミス、まさにイタリアのご飯って感じだった。ちょっと塩辛かったけど普通に美味しかったよ。
夜の10時からこんなたくさん食べていいのって感じだけど、それもなんか特別感があって深夜便が好きなの私はもうこの時水曜どうでしょうにめっちゃハマってたからネットフリックスでもう10本ぐらいダウンロードして深夜にずっと見てた。でも飛行機で寝れる人は絶対寝た方がいいと思う。次の日朝だからね。ローマに着きました。8時間飛行機に乗ってたんだけど全然なんかすぐ着いた。っていうかニューヨークいた時は全然日本人いなかったんだけど、もうこのローマの空港に降り立ってから5人ぐらい日本人見かけて、全然違うな。ヨーロッパは日本人が多いのかしら。アイスを手に入れました。チョコレートとピスタチオ味。ベンキはイタリアのチョコレートとジェラートのブランドで日本にもあるの。イタリアにもマルタにもジェラート屋さんが本当に3歩歩けばあるみたいなところだから全部美味しいのマジで人いない。不安なんだけどこれ使うローマの空港めちゃくちゃ広いからもう早く自分のゲートの近くにいた方がいい。じゃないと遅れちゃうってくらいもうなんか歩き回りすぎて本当に疲れたから早めにゲートの近くに行くことをお勧めします。ピザ買った。せっかくトランジットでイタリアに来たからピザを食べようと思ってピザ食べたんだけどめっちゃ美味しかった。もちもちなの。今ねのんきにピザ食べてますけど結構時間が迫っててそれに気づいてないのまだ私。フードコートとかレストランとかがいっぱいあるところで食べたんだけど多分近くのゲートに何かしらカフェとかご飯屋さんとかあるからそこに待ってた方がいい。この時は搭乗開始時間と最終搭乗時間を勘違いしてまさかの最後から2人目ぐらいでしたさっきも1時間ぐらいなんか変わってたりしてて時間をちゃんと見ないと飛行機に乗れないっていうことが発生する可能性があるからみんなマジで近くのゲートの近くにいた方がいい。奇跡的に飛行機の席がもう一番後ろから2列目で横全員誰もいないっていうなぜか奇跡の席を引き当てちゃって本当に嬉しい。ついにマルタの宿舎に着きました。私が想像しているよりもすっごい広くてびっくりしてる。ちなみにまだマルタに着いて1時間ぐらいしか経ってなくてマルタのこと何にも見れてないんだけど全部のビルがクリーム色でなんか本当に映画とかでよく見るような素敵な景色が広がってて見せたいんだけど一旦ちょっとお部屋を紹介するね。お部屋紹介コーナーです。まず渡り廊下みたいなやつがあって天井がねすっごい高くてびっくりした。ベッドは2つあってここは2人部屋の部屋だね。大きな写真があって真ん中に机があった。この部屋の一番素敵なところはなんとベランダがあるところなの。私ベランダがあると思ってなくてこんなに素敵なマルタの景色がね外から見えるの。私の部屋には個別で外にトイレとお風呂があるらしくて見に行ってみたらここもまた天井がすごい高くてバスタブまでついてたの。リビングはこんな感じでソファーも机もテレビも結構いろいろあったまず空港着いたら運転手さんたちがいてプラカード持ってたからもうそこで安心。一旦大丈夫。その人たち見つけたらもうそこからは何も考えずに車に乗るだけでここに着く。しかも待って満月が、待って満月見える。ちょっと待って。早く街を見たいんだけどしかもめっちゃ暑いの。夏なの。だから本当に夏のバケーションの場所って感じ。海も近くにあるらしいから海もあさってしあさってぐらいに行きたいなって思ってる。ニューヨークとか東京はやっぱり都市だから結構ガヤガヤした感じがあってなんか気持ち的にあんまり落ち着かない部分もあると思うんだけどマルタもうめっちゃ落ち着いてる。みんななんかリラックスしに来てるからいい気持ちで勉強できそう。寮のみんなと話してたらもう気づいたら夜になってたの。ヨーロッパの日は長いけどその代わりもう夜になるのがすごく一瞬で気づいたら夜ってことが多かった私の寮はスリーマっていう場所にあるんだけどここはちょっ
と歩いただけですごく賑やかだった。スーパーにやってきました。寮の子たちがいて、その子たちといろいろ喋って、なんかパスタとか作ってもらってありがとうございますみたいな感じでいろいろおしゃべりしてたら、めちゃくちゃ夜になっちゃって、シャンプーとかそういうのがねないから、そこで買う。多分ここに全部ある。まあ、もうお腹いっぱいなんだけどね。パンとかドバイチョコレートあるこんなに種類いっぱいあるの。待って、外でもサッカーやってるよ。今日は何戦？誰と誰とチャイニーズレストラン見つけたんだけど、もう安心する私がいつも中国行った時に食べてるようなものがさ、突然この真ん中に出てきたの。美味しそう。お腹空いてないから買わないけど、嘘だった。さっきのピザ食べたい。忍者ボールからの日本のすぐれベーカリー。そしたら私はもう寝ますので、本当に疲れてるので、明日からまた Vlog 撮るから、続きもぜひ見てね。